皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。日本の地上波放送においては、ウクライナ情勢についての詳細はほとんど取り上げられないようになってきました。ですから、このチャンネルの情報でぜひともウクライナの今を知っていってください。現在ウクライナ軍は東部戦線でロシア軍との戦いを進めつつも、その他にもウクライナ第二の都市ハルキウ周辺での戦い、そしてこれまでとは全く違った展開として、ウクライナ軍がロシア本国領へと攻め込むクルスク州に対する攻勢が始まっています。このクルスク州への攻撃は現在のところロシア軍の対応が全く追いついておらず、電撃戦の様相を呈しています。ウクライナに対する侵略を行っていたロシアは自分たちが攻められる側になるといったことを十分想定しておらず、備えも不十分だったと言えます。今回の動画ではウクライナ軍の電撃戦どこまで進んでいるかについて見ていきましょう。それでは地図を使いながら戦況を解説していきます。こちらの地図は戦争研究所の発表しているもので、赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、そして水色で示しているところがウクライナ軍が占領しているロシア領です。まず最初にウクライナ軍の遠距離攻撃、リペツクに対する攻撃を取り上げていきます。ロシア軍は航空用爆弾に滑空用キットを取り付けることによって前線に対する空爆を行っています。この空爆を減らすための手段の一つとして空軍基地そのものを襲ってしまうという方法があります。ロシア空軍の力を削ぎ落とすことができれば、ハルキウにおける戦い、そしてクルスク州における戦いにおいてもロシア軍の支援を減らすことができます。リペツクの飛行場には数多くの戦闘機類が配備されています。左の写真においては駐機場にずらりと並んだ戦闘機の姿があります。ただしこの写真それ自体は Google マップの写真のためつい最近のものではありません。戦時体制である今はおそらくここまでぎゅうぎゅう詰めではないでしょう。しかし、たとえそうであったとしても、この空軍基地に対する攻撃で特に目立った成果として弾薬庫の破壊には確実に成功したようです。ロシア側は今日の迎撃成果としてウクライナ軍の大型ドローン75機を撃墜したと発表しています。しかし撃墜したという割には弾薬庫の爆発している音は何度となく響き渡っており、肝心要なところが守れていないのは間違いないでしょう。ロシア軍の防空体制はまだまだざると言えます。そしてウクライナ軍の攻勢が続いているクルスク州における戦況マップ。スームイ州からクルスク州へと入ったウクライナ軍。アメリカの報道によれば投入された兵力は3つの旅団で最低でも6000人、最大でも1万人程度だとされています。現在のところウクライナ軍が制圧した集落は42にもなります。これに対してロシア軍がどれだけの対応部隊を差し向けてくるかが今後の戦況を左右します。戦闘状態にないウクライナ北側の国境周辺にいる部隊、そしてハルキウ周辺にいる部隊合わせてロシア軍の数は4万8000人程度だとされています。この中の一体どれだけをクルスク州の戦いに持ってくるのか。少なすぎればクルスク州における戦いはウクライナ有利で進みますし、一気に大量の部隊をクルスク州に持ってくればその分だけ他の戦線におけるウクライナ軍の負担は減ります。しかしそうした戦況の話とはまた別の話として、ロシア本国領での戦闘が長引けば当然のようにロシア国民にとってこれは大きな話題となっていくことでしょう。これまでプーチン大統領はウクライナ領での戦いについてこれは特別軍事作戦だという話をしていました。しかしロシア人義勇兵部隊による越境攻撃とは今回違い、ウクライナ本軍がクルスク州に長くとどまることになれば国民感情の悪化は避けられません。現在のところロシア軍の対応は間に合っておらず、クルスク州内をウクライナ軍は待ち伏せ攻撃などを警戒しつつもかなり軽快に動き回ることができています。ロシア軍の抵抗が激しくなるかもと言われていたスジャについてもすでにロシア軍は逃走したと言われています。ウクライナ側から公表された兵士の写真を見ると建物が全く傷ついていない状態で兵士が写真撮影を行い、これを公開しています。こうした状況を放置するわけにもいかず、ロシア側はようやく今の段階になって兵士・兵器の輸送を始めています。その輸送具合についてはテレビ局などでも
報道され始めているようです。多くの兵器や兵士がどんどんとクルスク州に向かっており、ウクライナ軍は簡単に撃退できるというような宣伝に走り始めているわけです。ただ、現在のところ、かき集められた兵士たちは十分な訓練を積んだベテラン兵ではないようで、周辺地域にいる実戦経験の浅い、もしくは訓練途中の兵士たちをどんどんと送り込んできているそうです。しかも、ロシア政府側としては、このような兵器や兵士を輸送することによって大丈夫だよと国民に訴えかけているわけですが、ロシア本国領での戦闘が本格化するぞといったメッセージでもあるため、クルスク州の住民の自主的な避難活動も始まっているようです。さらには、兵器や兵士を輸送する映像をどんどんとロシア側が出すために、これにはもう一つの弊害があります。それは、映っている場所を特定することによって、どのルートを通って、どのような兵器や兵士がクルスク州に向かってきているか、それをウクライナ側が把握することができているということです。これによって起きたロシア軍の前線への移動部隊が大被害を受けたということが発生しました。クルスク州内で新たな前線へと向かうロシア軍の車列をウクライナ軍がハイマースによる攻撃で大損害を与えたというのです。射程距離からするとATACMS ミサイルではなく、おそらくは一番初期から配備されている射程80キロ程度のミサイルだとは思われるのですが、それでもアメリカから供与された兵器がロシア本国領内への攻撃に使われたといったこともあって、アメリカによる兵器使用の規制が緩和された可能性があります。ロシアの兵員輸送車を襲った攻撃で前方に炎上している様子が映っていたのですが、この映像には夜が明けてからのものもあります。そちらでは車両の荷台には兵士たちの遺体が数多く残った状態で、この映像をネットに公開した人の中にはスパイ容疑でロシア当局に捕まった人もいると報道されています。急遽クルスク州が戦闘地域になったため、市民の人たちは物珍しいことからロシア軍の移動風景なども積極的にインターネット上に上げており、ウクライナ側はこれらを分析することによってロシア軍の動きを掴んだ上での攻撃ができているようです。そして一部のロシア軍部隊はようやく前線に戦車と共に現れ始めたようです。現在のところ突撃ドローン対策の屋根をつけた T64 戦車が送られてきているようです。ロシア本国での戦いとあってかなりロシアにとっても危機的な状況だと思うのですが、最新の戦車が出てこないところにロシア軍の予備戦力もかなり危機的であることを示しています。他にも非常に珍しいとして以前ご紹介したウクライナ軍ドローンによるロシア軍ヘリへの攻撃、新しい映像が公開されました。今回の映像でもロシア軍のヘリに向かってウクライナ軍ドローンが突っ込んでいきます。今回の場合だと撃墜できたかどうかについては不明です。しかし映像がバシッと途切れた後、おそらくはヘリコプターに何らかの損傷を与えたことから落とせなかったとしても、少なくともウクライナ側にかなり腕のいいドローン操縦者がいるとみられます。小型ドローンによってヘリを撃墜することができるというのであれば、これはかなり費用対効果が高いと言えるでしょう。一方、ロシア側の攻撃としては、またしても一般市民を狙った攻撃を繰り返しています。今回攻撃されたスーパーマーケットでは多くの市民が買い物をしていたため、戦闘とは全く無関係の一般市民がまたしても犠牲になりました。ウクライナ軍が軍事施設や戦略資源に対する攻撃に力を注ぐ一方、ロシア軍は徹底して一般市民を付け狙い、ウクライナの厭戦気分を高めようとし続けています。クルスク州内における戦いは少なくともロシア軍にとっては苦手な戦いとなるでしょう。これまでロシア軍はウクライナ領内に侵略していたからこそ、自分たちの進行方向にある町、村、それらについて全て破壊対象であり、住民がいようといまいと関係なく無差別攻撃を繰り返すことによって、ウクライナ軍兵士が隠れるとこがどこにもないような、いわゆる完全な荒野にすることによって押し切ろうとしてきました。一方で今回のクルスク州は当然のように多くのロシア人が住んでいる地域なわけですから、ウクライナ軍が制圧した町、そのもの全てを破壊し尽くそうとするといった行為は少なくともやりづらくはなるはずです。ロシア軍だったら住民がいようといまいが関係なく
ガンガン砲撃してくる可能性といったものは当然あるわけなので、そこはちょっと油断はできない部分です。しかし、ウクライナ軍の前進したその距離からすると、すでに事前に設けられていた2つの防衛ラインについては突破をし終わっており、これらについては背後から攻撃することによって、ウクライナ軍としては強靭な陣地を正面から打ち破る必要はありません。また、ロシア本国領内ですから、あちこちに対戦車地雷が埋まりまくっていて、どこを移動してもいつ吹っ飛ぶかわからないといったような恐怖心も現状は心配する必要がありません。あとは、ウクライナ軍の自分たちの補給能力を超えたところまで戦線を広げずにどれだけうまく立ち回るかが重要です。ロシア軍の対応は今のところは遅いですが、しかしあちこちから集まってきた部隊が数が増えてくれば当然のようにウクライナ軍としてもなかなか前に出るのが難しくなってきます。その時に自分たちの補給能力を超えたところでの戦闘が激しくなってしまうと、一気に戦闘能力は失われ、貴重な戦力を大きく失うこともあり得るのです。現状電撃戦は成功していますが、この成功をうまくまとめられるかどうかも今後は注目です。少なくともロシア軍はウクライナに侵略したわけなので、侵略するからには逆侵攻されることも当然のように彼らも受け入れるべき話です。ちなみに今回の攻撃作戦について欧米の反応なのですが、ヨーロッパからもアメリカからもこの作戦を否定する言葉は出てきていません。クルスク領内においてはドイツが供与した歩兵戦闘車マルダーの姿もありますし、またアメリカから供与された装甲車ストライカーの数も結構見られることから、供与された兵器の使用に関して何か静止がかかった様子はありません。アメリカの正式なメッセージとしても、今回の作戦はあくまでもウクライナ軍の正当な戦闘行為の一つであり、アメリカはウクライナを支援し続けるといった話をしています。ですから今回のクルスク州への電撃作戦、これに大いに反対の声を上げているのはロシアのプーチン大統領だけとなります。ロシア本国領へのウクライナの進軍を止めたいというのであれば、プーチン大統領はロシア軍のウクライナ領からの撤退を命令し、交渉の席についてほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はこの機会にぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと、あなたの感想コメントの書き込みよろしくお願いします。また、情報の更新、もしくは情報の整理整頓に役立ったなと思われる方は、他の方にこのチャンネルをお勧めしたり、スーパーチャットで動画作成にエールを送ってくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。